うますぎる。何ですかこれ、なんか。やべえ。マジでうまい。こんなうまい飲み物あんのっていうくらい。はい、どうも。コーヒーに愛された男、粕谷です。あれってさ、なんか、はい。これ、見覚えのある紙袋ですけど、フィロコフィアじゃないですよ、これ。これは、何気に俺が通い詰めてるスターバックスです。まさかの、ここに来てですか？でもさ、よく言われる、スタバとか行かないっすよねみたいな。はい。いや、俺めっちゃ行くからね。ちなみに私もめっちゃ行ってます。いいよね。やっぱりいいですよね。いい。もう接客最高。でもね、もう俺はもうアプリめっちゃ使いこなしてるからまあ今ね、俺結構スターっていうの集めてんだけど、もう割といい感じに集まってます。ゴールド会員ですし、もうこれが最強。これで俺はいつもアレンジしてるんだけど、今日はその俺が愛飲するスターバックスのアレンジドリンクを紹介したいと思います。おー、ついにこれはちょっと、言ってやっぱり哲さんは世界一っていう称号を持ってる、味覚に関してはやっぱすごい、やっぱ私も一緒にカッピングさせてもらうとすごい哲さん鋭いなって思うんですけど、やっぱりね、アレンジで俺昔から言ってるけど、スターバックスバカにするやつろくなやついないと思ってるからまあそれは言い過ぎだけどそうですね。まあスターバックス最高っていうことで、さっき弊社のね、はい、フィロコフィアシャポ船橋店の上にスターバックスリザーブがあるんで、ちょっと買ってきましたんで紹介していこうかなと思います。はい、いやちょっと私も一緒についていってたんですけど、もうなんか世界チャンピオン粕谷哲がスターバックスのレジに並んでるっていうのがちょっと私がするともう笑いが止まらなかったんですけどでもスタッフの方は、多分哲さんのことをご存知なかったけどめちゃくちゃ一生懸命ね商品の説明してくれてすごい素晴らしかったですね。あれがいいんだよ本当に。スターバックスホスピタリティっていうんですかね。だから俺もちゃんとなんかさ、真摯に聞きたくなる。いや、わかります、どういうの探してるんですかって言われたら、ちょっと今アイスコーヒー探しててとかね。というわけでじゃあ早速紹介したいんだけど、まず今一番俺がハマってるやつ。でれん。もう色味がもうすごい綺麗じゃないですか。色味最強じゃないこれ。これが今俺がこの夏多分何杯飲むんだろうっていうぐらいハマるもの、アイスティーのパッションっていうものを選んでもらって、シトラス果肉を追加するんですよ。これだから下はトッピング、ベースは上のものだけなんだけど、俺はもう下のトッピングを追加します。カフェインが入ってないんですよこのティーは。なんかそういうの取りたくないなとか、そういう時に飲むとかなりいいと思います。で、これ単体だとね、ちょっとやっぱきつい味になってたりする、人によってはね、なのでシトラス果肉でね、若干の甘み付けをするんですよ。なるほど。これもう発見した時も俺天才じゃんと思ってなのでちょっとまずこれだけ飲んでみてもらおうかな。じゃあこれだけ。じゃあこの上のこれはパッションティーってことですよね。そうだからまあこれだけでもすっごい美味しい。ちょっとじゃあまずこのパッションティーだけいただきます。ちょっと俺もすごい酸が綺麗ですね。うまいよね。うまいですね。これ単体でもめっちゃうまいんですよ。だから最初これだけで飲んでたの、スタバ別にコーヒーじゃなくたっていいじゃんとかって思ってたんだけど、今お茶だけだとすごい本当爽やかな印象があるんですけど、そのじゃあシトラスの果肉ですね。だよね、このシトラス果肉ちょっと後でもう一個出てくるんだけど、マジ万能だから。じゃあいただきます。うますぎる何ですかこれ、なんかやべえマジでうまいこんなうまい飲み物あんのっていうくらい本当にうまいなこれ。これでも本当に果肉ですね。なんか人工的なものじゃなくてそう本物の果肉ですね。いや今見て思いましたけど、これ何なんだろうね。味に奥行きがめっちゃ出るでしょ。出ますよね。この上のティーだけだとティーの味
だけがスッてきて、まあすげえうまいなって思うんだけど、このシトラス果肉入れるとそこに甘さとか、あとフルーツのまた異なる酸味が生まれて、なんだろう、このパッションティーの味に甘さっていう軸と、あとフルーツの味わいっていうこの違う軸が出てくるから、もう立体的になるんですよ。これで売ってよってこれを見たスターバックスの開発者さんがもしかしたら次の夏はパクるかな、出してくれるかもしれないですよ。そしたらなんか嬉しいね密かに俺一人で喜んでると思う確かにこの夜とかね、やっぱりカフェイン取りづらい時間帯って皆さん結構あるんじゃないかと思うので、夜の、ね、夏のこの暑いけどなんか飲みたい時、これめっちゃ最高じゃないですか。これマジで最高、本当にめっちゃうまい。これはマジで、もうそもそもこのパッションティーがうまいんだよね。確かに爽やかで、結構でも酸味が強いので、酸味が苦手な方だとこのパッションティー単体では飲み続けるのちょっとね苦手って思われる方もいらっしゃるかもしれないですけども、でもね、見事にそれシトラスの果肉が入ることでこれやばいでしょ。解決ですね。これめっちゃ次からはもうこれにしようって今思いましたもん、これマジでおすすめです。よろしく。これまあまあでもさ、言ってもティーじゃん。いや、あなたバリスタでしょ。じゃあ分かりましたよ。コーヒーのアレンジもありますから。でコーヒーのアレンジはね、俺結構今までもインスタとかにも出してたやつがあって、ちょっとそれも改めて紹介させてほしいんだけど、これよくね俺が SNS に上げてか、これかっこいいな。ロゴがリザーブになってますね。めっちゃかっこいいなこれ。今度こっちはあれなんですよ、コールドブリュー。まあ今回リザーブで買ったからちょっと違う、なんかグレードの高いコールドブリューらしいんだけど、まあどの店舗でもコールドブリューとかあるんで、それを頼んでもらって、こっちも同じくシトラス果肉を追加してください。これまためちゃくちゃうまいからもうコーヒー飲みたい、さっぱり飲みたいっていう時はもう一択。もうこれです。もうマジでみんなに試してほしい。これクソうまいんですよもうだから俺アプリ見ればその注文履歴がいくらでも見れるんですけどもうお前バカの一つ覚えかっていうぐらいずっとそれ頼み続けてるからね。コールドブリューでトッピングでシトラス果肉っていう。でこれもまあじゃあちょっと先に上だけ飲んでみますか。じゃあはい。もう若干シトラスの味出ちゃってる。ついてますね、確かに。うまっ。すでにうまいですね絶妙にめっちゃうまいですけど、これは混ぜる前ですよね。混ぜる前でこれってめっちゃうまくないですか。もうさ俺もうこれ紹介していいのかなっていうぐらいうますぎるんだよ。なんかすごい自然なシトラスの味やばいよね。フィロコフィアでもやろうかなだってこれうますぎるよ本当に。でもこの多分シトラスの果肉の多分あれですよ、多分そういう企業秘密があるんですよ、スターバックスには。いやもうすごいですよ、このクオリティ。普通のシトラス果肉じゃないんだろうな、ちょっと甘み付けしてるよきっとね。いやちょっと甘さはありますね。でもすごい香りがいいですね、本当に。そうなんだよ、この絶妙なんだよなこれが。これマジで何杯飲んできたかわかんないよし、はい、飲んでください。ちょっとこの感動をみんなに伝えたい。ちょっといただきますこれごめんなさい、これさっきの正直パッションより好きです、私こっちの方が。うまいよ。めっちゃうまいっすね。このやっぱパッションの時はどっちかって言ったらもう完全にすっきり寄りじゃん。いやわかりますわかります。こっちになるとやっぱコーヒーだからすっごいなんかなんだ厚みのある甘さとすっきり感の共存。わかります。なんこれ。なんかシトラスだけどでもなんかライチみたいなトロピカルな。そうなんだよ。ちょっと出ますよね。だからなんかもしかしたらちょっと入ってるかもしれないですね。でもこれ毎回多分豆違うんですよ。店舗によっても。だからそこの楽しみもある。
あ、今回こんな感じかみたいな、あ、結構深入りのコーヒーだったなとか、ちょっと浅めなのかもとか、それによっても変わるっぽいね。なるほど。これめっちゃうまくないですか？これリザーブドのコーヒーだからとかそういうわけじゃなくて、本当になんかすごいうまいですけど、これ。でもリザーブは特別うまいかもしれない。確かに。そういう気持ちにさせる。うまっ。なんだよこれ。ちょっとマジうますぎない？止まんないんだけどこれ。いや、止まんないです。本当に止まんないです。この後味にくる、なんだろう、すっごい黒糖っぽい甘さとシトラスの感じが同時にこうふわっと香ってきて、これ甘すぎないんだよね。それがもう最高。もうこれすごい、本当にすごいですね。だからカフェイン取りたくなかったらこっち、そういうの気にしないんだったらこっち。いや、これ朝これ飲めたら最高じゃないですか。最高の寝起きを確かに迎えられますよ、夏の。これさ、作れるようにしたい。自宅でこれを作る方法っていう YouTube 撮りたいね。さあ、味再現してみましたね。あ、いいですね。なんかさっきさ、もう一個次動画撮る予定なんですよ、スタバで。なのでそれでもしかしたら再現できるかもしれないから、ちょっとそこ頑張ってみようかな。あ、楽しそうですね。ね、やってみたいですね。やろう。いやでもこれは再現できたら幸せですね。これはすごい。というわけでこの2点で、最後にもう1個だけあるんですよ。はい、これが今まで1回だけそのアレンジしたことがあって、はい、それもなんか記憶の中では超うまいじゃんこれって思ったのがあるんで、はい、それも紹介します。はい、でれん、これはトリプルエスプレッソラテの。トリプルエスプレッソラテ、トリプルですか？そんなのあるのって思うじゃん。はい、あるんですよ。でトリプルエスプレッソラテをシロップ少なめにして、はい、でオーツミルクに変えるっていう割とストロングスタイルな変更をしたものですね。これを飲んでいこうかなと思います。はい、なんかオーツミルクにすると多分なんかね、その甘さが変わるよね、普通の牛乳と違って。前もティラミスみたいな動画で飲みましたけど、なんか柔らかい、ね、うまいかな。ちょっと1回だけやったことあるだけなんだよねこれは。でも確かめっちゃうまかったなんかすげえコーヒー飲みたいなっていう時に注文したんですよね。トリプルですからね。でも普通の牛乳だとちょっと重たいというかね。あー、なるほど。結構気をつけたいのは、はい、俺糖尿病だから特にそうなんだけど、はい、結構甘さがデフォルトで入っちゃってるケースがあるんで、そういう時そうならないように、はい、結構シロップ少なめとか選べるドリンクは全部俺少なめとかなんならなしにしちゃう。あー、なるほど。アプリでやる時ってカスタムがもう先に選べるんですよ、はい、オプションが、はい、なのでそこでシロップ選べる場合は入ってんだとか分かるんで、だからアプリおすすめなんですよ。いや、すげえ、アプリまで使いこなしてると思わなかった。アプリの存在意義は実はその入金とか支払いだけじゃなくて、もともとどういう風になってるのかとかもある程度そういうのを見ると推測できるっていうのも便利。いや、さすがスターバックス。さすがだよ。でもさすがの話で言ったらもう止まんない。俺スターバックス大好きすぎるかもしれないこのちゃんとオーツミルクとか頼んだらこのシールつくんですよ。バリスタ側の人的ミスも防げるし、受け取った側もこの注文した時レシートと一緒にオーツミルクで注文してますっていう紙渡されるから、それを受け取る時に渡すんですよ。だからお互いにオーツミルクですね、そうですよねっていうのが分かるようになってる。最高の気遣い。徹底されてます。くそー、天下のスターバックスだな本当にというわけでいただきます。はい、うまくない？うまい。なんかこのガツンってくるんだけど、このオーツミルクで後味、そうふわんとなる感じ。これがなんかめっち
ちゃしっかりコーヒーの苦みが残るんだけどなんかさらっと終わる、はい、このカスタムめっちゃいいんですよ。これすごいなんか確かになんかちょっと寝不足の朝に飲みたいみたいな、めっちゃどうしても今目を覚まさないといけないこの瞬間にみたいなカスタムですね。これいいよね。やっぱうまいわ。ああすごい濃いけど本当に口の中包み込まれる感じの。だからここまで濃くなくていい時はねトリプルまでやんなくていいんですよ。ダブルでもいいんだけど、これはやっぱこのあえてトリプルまでガンっていっちゃって、ほんでオーツミルクにして、で甘さはもう好きにしたらいいと思うんですよね。ただやっぱりもう甘くしちゃうとやっぱ重くなっちゃうから少し軽めにしてあげた方がいい。でこれシロップゼロにするのもちょっと危険かなっていう感じはする。なんかそうするとただ苦い重い苦みの強いドリンクになっちゃうんだけど、そこをシロップで少し緩和させるからこの良さが生きるというかね。確かにこの今日紹介してる3つはマジでおすすめどれも本当に美味しかったですね。なんかスタバでいつも自分はもう既製のメニューしか頼まなかったので、この考え方がなかったですね。スターバックスは懐広いからね。もう自分の好みのものがオリジナルで作れちゃう場所ですね。すごい。でさ、今日リザーブ買いに行った時にさ、はい、バリスタさんにもさ相談したじゃん。最後、はい、待ってる時なんかおすすめのアレンジって何かありますかとか、そうやって聞くとちゃんと答えてくれる、あの辺がスタバだよね。さすが。安心、次じゃあやってみようとか思えるしね。これがスターバックスですよ。まあ皆さんもちょっと試してみてほしいものですね。俺高速運転するときはもう結構これか、あとアイスコーヒーにシトラス果肉。もう、ね、眠気かとかっていうときはこっちのトリプル。トリプルで。そうそう。まあ眠いときは運転しちゃダメだから本当はね。はい。というわけで今日はスターバックスのアレンジドリンクのおすすめを紹介してみました。皆さん試してみてください。あとはなんかこのアレンジいいよとかっていうね、はい、コメント欲しいです。聞きたいですね。俺マジで買うから皆さんのね本当、ね、これはこれだみたいなのがあればそう教えてほしいっすわ。というわけで現役のスターバックスの方にも確かに、ね、確かにコメントもらえたら嬉しいなはい、というわけで楽しかったよって方は高評価チャンネル登録よろしくお願いします。では今日はそんなところでいいスターバックスライフを。お疲れ様です。